元部のないパンチっていうのは感覚としてはこういう感じです。こういう感じですね。皆さんこんにちは。国際沖縄空手道無双会の荒垣です。いつも無双会空手チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回の動画の主人公、元部長期です。この元部長期というのは沖縄ではムトゥブザール、元部のサルとまで異名を取りました。元部長期、一世の男です。今回の動画も非常に興味深い内容だと思います。ですね、我々この無双会空手チャンネルでは武術として伝承された沖縄空手の歴史、型、そして技術をその3つを並行して流していこうと思っています。なぜなら我々が目標としているのが武術として伝承された沖縄空手の最高ということなんです。ですからまず技術、身体操作ですね。それはどういうものか。次に型というのは日本武道においては最も重要なものなんですよ。それを武術的な意味で解明し、かつ武術的な身体操作で行う。それが最高の一つです。もう一つが歴史なんですよ。実は私今はなき月刊空手道という雑誌で11年にわたって空手三国志というのを連載しておりました。空手三国志というのは沖縄、日本本土、そしてアメリカ、いかにして空手が伝承されていったかということを詳しく述べた連載でした。実はこの国際沖縄空手道無双会の世界総本部はこのアメリカユタ州のソルトレイクにあるんです。この11年にわたる空手三国志で私は空手の資料というのを集めてきました。その総決算というものがこの沖縄空手道の歴史というものです。ただこれは9年前の話です。今の私というのはある程度もう少し研究いたしまして、この本には中国憲法というのはあまり書いてなかったんですよ。というか書けなかったんです。資料がなくて。でも今中国憲法の歴史というのもある程度整理できたかなと思っています。ですからまたいつかこれの続編のような形で本を出版したいと思っています。沖縄空手の歴史において明治という世代が非常に重要なんですよ。この明治というのは1868年が明治元年です。そしてその2年後の1870年に沖縄空手界においてはエポックメイキング、すなわち非常に特徴のある年となっていきました。なぜならこの1870年に沖縄の空手を変えた、または日本の空手を変えた、または世界の空手を変えた3人の人物が出てきています。なおこれは歴史の話ですので継承は略させていただきます。すなわち何々先生云々というのは略します。ですね、1870年、日本空手道の父と謳われる船越義珍が誕生しています。この船越は、本当は1864年か66年に生まれたと。66年ですね。4年前に生まれているはずだけど、戸籍上は1870になっているという一説があります。あの当時は赤ん坊の出生した後の赤ん坊、どこまで育つかあまりわからない時代です。衛生状態良くないですから。ですから、ある程度年がいってこの子ちゃんと育つなということで戸籍に登録するというのはよくあった話だそうです。もう一人はですね、キャン・チョウトクという男です。キャン・ミーゴアと言われた男で、この男が沖縄空手界においては非常に大きな影響を与えています。それでもう一人の男がいるんですよ。このもう一人の男を私は今回のビデオで説明します。まず時代背景見てみましょう。1870年というと明治の元年から2年後です。そしてですね、沖縄というのは琉球王国だったんですよ。この時代まだそれが沖縄の琉球王国が琉球国です。琉球国が琉球藩になるんです。明治政府の下で琉球藩になるんです。そしてその数年後に今度は沖縄県となります。廃藩置県が琉球においてはある程度少し遅れて行われたんです。ですからそうですね、4、5年後に琉球王国というのは消滅してしまいます。彼らはこの疾風怒涛の時期に生まれてきたわけです。時代の変わり目に。かつこの時代の人間たち、1870年の人間たちが大人になった時、20世紀に入った時、これが空手が本当に変わっていった時代なんですよ。どういうふうにして変わっていったか、そして何が残り何が捨て去られたか、それをちょっと説明しつつこの時代を語っていきます。ですね、1870年と言いますけど、実は首里手を作った、また沖縄手を作ったと言われている首里の武士松村という男がいます。松村宗君と言います。その男は1809年、すなわち彼らより61年前に生まれています。この男が
中国憲法と日本の剣術を合体させて本当の意味での琉球武術、沖縄空手を作った男です。彼こそが空手の祖なんです。その男は彼らより、この3人より60年、61年前に生まれています。それともう一つエポックメイキングなことに、彼らより約40年前に、すなわち1830年代ですかねに、イトス・アンコウという男が生まれています。この男は近代空手の父と言ってもよいでしょう。すなわち1870年生まれの船越義人が沖縄から日本本土に渡り空手を普及した。彼こそが日本空手道の父です。しかしその40年前、約1830年代に糸佐安康という近代における空手の生存を果たすことができた人間が生まれています。この糸佐安康の影響というのは、我々が学んでいる空手の全てに影響を与えています。それで今回の主人公の空手にもこの糸佐の影響というのは多大にあると思っています。この1870年に生まれた3人の男たち、日本空手道の父である船越義人、沖縄空手界に多大な影響を与えたキャン・チョウク、そして今回の動画の主人公である本部長貴です。この本部長貴というのは沖縄ではムトゥブザール、本部のサルとまで異名を取りました。身が非常に軽かったそうです。身のこなしがですね、彼の影響下で空心流というものを創設した上島三之助ですかねが言ってますけど、家に上がってくるときに2階から入ってきたと。すなわち屋根にパッと飛び上がって2階の窓から入ってきた。なんでそういうことをするか分かりませんけど、そのぐらい身が軽かったと言っています。そして昔は沖縄の遊郭街に辻という場所がありました。そこで若い連中はかけだましをするわけですよ。かけだまし、実力を自分たちで競い合う。その辻の塀ですね、約6尺 1m80 ですか。元々という男はそれを全て飛び越すことができたと言います。それほど目がかつ実戦では大部分の戦いが勝ったと言います。ただやっぱり無敗というわけにはいかないわけですよ。人間は戦いは必ず勝つこともあれば負けることもありますから、無敗の人間というのは自分が負ける相手とは戦わなかったということでもありますから、人間は戦いは必ず勝ち負けあるわけです。彼は板らしき超優と戦って負けたという逸話があります。それで自分で自己流の限界を知り、ちゃんとした死についたと、師匠に。その師匠が一人は1801年ですね、生まれの松村宗敦。彼からは手の影響を受けたと思います。それでかつ泊まり手の町村耕作、武士町村と言われた松村耕作、そして同じく首里の佐久間という男からこの本部長貴は手を学んでいます。かつ多くの人間たち、その他多くの人間にも手を学んでいるはずです。私が昭和29年生まれの私がそういうことをちゃんと理解できる最後の人間です。なぜかというと、道場で空手を学ぶというよりは、我々はこの先生からこれを学び、この先生からこれを学び、この先輩からこれを学んだというふうに空手を学んできた世代です。本部長貴という人間はそれをやったはずです。ですから彼の師匠というのは一体誰か、自分だったでしょう。そして自分に必要なものを先生方から学んでいった、そういう男だったと思います。そして彼にはそれをできるだけの頭脳と才能がありました。彼が得意とした方、それがナイパンチという方です。ナイパンチというのは、これは元々の4つぐらい年上になる藪健通という男が、空手の方はナイパンチで始まりナイパンチで終わるというぐらい、空手にとっては唯一無二の方です。彼がやってるナイパンチというのは感覚としてはこういう感じです。私は彼から学んでませんので、右側に行きますね。左に行くのが止まりのナイパンチです。止まりは左に行きます。元部は右に行きます。でも左を見て右に行ってるはずです。そしてこういう感じですね。こういう感じっていうのはなぜかというと、動画は残ってないんですよ、彼。ですから私は本部長貴という男に入れ上げて2003年に「猿」という小説を出しました。これは小説「本部長貴物語」と言います。この本と私が出した技術書「沖縄武道空手の極意」というのは沖縄空手のブームを起こしたとまで言われています。しかし私にとってはこの猿というものは、自分がナイパンチの方をして修行しつつ元部の後ろ姿をずっと追いかけてたんですよ。その時の思い、自分の思いというのをこの小説に託したという個人的な思いがあります。ですから本部長貴という男のナイパンチ、それこそが私の師であったと言っても過言ではありません。この元部の方、元部のナイパンチっていうのは、皆さんちょっと気をつけていただきたいのは、
彼の立ち方、ある本では、出版している本では幅が広い時があります。立ち幅が。それである本では、これはあまり皆さん認知されてないと思いますので明確にしますけど、幅がやや狭いんです。この幅が狭いのが彼が実践で使った立ち方だからです。なぜならこれだと見え映えがするんですよ。広いとやっぱり写真写りがいいんです。でも実践ではこれよりはやや狭く、肩幅プラス拳一つと言われていた沖縄空手の鉄則、それでナイフパンチを行っていたはずです。彼がやっているナイフパンチ、それこそが東洋の心身文化の極致です。彼はナイフパンチによる身体操作というのは1870年生まれ、または明治以後1868年以後の空手として一番理解している男です。この男の存在こそ沖縄空手が、それで世界中の空手家が感謝しないといけないものなんです。なぜならこの男はナイフパンチの身体操作というのを完全に理解して自分のものにしています。それでこの男はそれを解明し説明できるだけの頭脳明晰さを持っています。この元部長期、実は猿と言いますけど、別名を猿、元部の猿、元部ザールですねと言いますけど、非常な名門の出身なんですよ。元部うどんと言います。彼が出生した家を元部御殿という意味です。すなわち御殿というのは、うどんというのは沖縄の王族王家につながる親族のものなんです。だから長という字が名乗り頭につきます。名前の一番上に朝という字がつきます。これが承家、また皇、王族の一族の印です。彼のお兄さん、長男が元部家の嫡男ですねが元部長友と言います。それで彼が三男です。元部長期、彼の家は元部家というのは確か琉球国王第二承家の10代目の国王正室の6男家だったと思います。それの10代目です。彼が11代目になります。確か。それで長友が嫡男ですね。今は元部家は空手としては元部長期の息子さんでおられた元部長生先生が継がれていたはずです。それで元部長期というのは1923年あたりに大阪に行きます。そこで非常に有名な逸話を残していきます。私ここにキングという雑誌があります。大正15年の12月号です。このキングという雑誌は当時講談社から出ていました。そしてこのキングという雑誌の大正14年に元部長期が京都で西洋人ボクサーと対決し、リング上と対決し、交差一本拳ですねの一撃で、陣中に入ったといいます。一撃で相手を倒したという記事が挿絵で載っています。これが近代における沖縄空手が実戦で相手と戦い倒した最初の出来事です。というか最初にマスコミに取り上げられた出来事です。元部は1921年あたりに大阪に出ています。当時、50代の前半ですかね。ですからそれで西洋人ボクサーを交差で倒したと、センセーショナルな出来事だったと思います。これは沖縄だけではなく日本国内においてもセンセーショナルな出来事でありました。ですから元部長期、元部の猿という名前が一躍全国的に有名になった出来事です。この後元部長期は東京に行きます。そして大道館という道場を立ち上げます。日本伝元部流憲法というのが正式名だったと思います。彼はその後、その当時ですね、東京にいる間に松林松林流の宗家である長峰昇進が彼のもとに修行に行きます。彼は長峰昇進は警察官ですので沖縄県警察署から派遣されたと思います。そして6ヶ月の研修の時に元部長期の下で組手を修行します。その後に元部は沖縄に帰省します。そして若い連中、沖縄の若い空手家はやっぱり伝説の人物である元部長期、元部ザールのもとにかけ参じます。組手を習いたかったんだと思います。ですから元部が教えた組手、戦いの仕方、それを私が知る限り長峰昇進、それから知花長信の皇帝である、これは小林少林流ですね、宮平克也かつ同じく少林流だと思います。仲間長蔵あたりの人間たちが元部から手、すなわち戦いの技術を学んでいます。この宮平克也と長峰昇進は私直接元部長期のことに関して取材しています。20年前ぐらいですか。20年ぐらい前、私沖縄の名人達人と言われる人々を全てというぐらい網羅して訪ねていっています。その時に長峰昇進は元部先生は早かったと言っています。
構えた瞬間にもう相手がここに来てと。元部は技が速いというよりは、こうやってお辞儀をして構えて、はい、初めの時にはもうここにいた、そう言っていました。宮浦克也もやはり元部すごかったと言っていました。大したもんだったんでしょう。彼は1944年沖縄戦が、第二次世界大戦における沖縄戦が始まる直前にこの世を去っています。確か草原寺にいたはずです。今の泊の近くですね。草原寺町に家があったはずですから、そこで死去されています。1944年と言いますと沖縄戦直前なんですよ。ですから私は個人の感想として沖縄戦の悲惨さを体験しなかった元々というのは幸運であったと思っています。なぜなら1970年または1960年生まれの花城長もかつキャン・総督も沖縄戦直後に亡くなっているからです。悲惨な状態で亡くなっています。ですから元々というのは自分の力で自分の名前を挙げかつ幸運に死んでいったと、そういう男だと思います。体の強さ、そしてナイフパンチの凄さ、かつ彼はですね、ナイフパンチにおける立ち方、または身体操作というのは素晴らしいものですけど、夫婦で、すなわち夫婦、夫婦での言葉、そのやり方を一応この後世に残してくれた。夫婦でというのがあるんですよ、空手には。それを一応言葉だけでも残してくれた。空手というのは全て夫婦でです。これはいつかこの歴史ではなく技術の時にご紹介します。夫婦でなしには型を理解はできません。元々はですね、それ以外にも多くの影響を現代空手界に残しています。それはやっぱり一撃で相手を倒すにはどうすればいいか、それを苦心惨憺して掴み取った男の生き方、それを伝えたんだと思いますし、我々はそれに共鳴するのであると思っています。今回元々長期空手の歴史の最初の人物です。我々が取り上げた。ですから今後もいろいろな人物、沖縄の武道空手、武術として伝承された沖縄空手を伝えた男たちの話を徐々に取り上げていきたいと思います。もしよろしければこの番組いいね、高評価かつ番組登録よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。